フ。なんだよ。変な笑い声を出して。この間、YouTube で、スピノサウルス型ゾイドといえば、どのゾイドかってアンケートを取ったんやけど、ダークスパイナーが1位だったんやで。お前、人気者じゃん。せやろう、ジェノスピノにも勝てたし、まだまだ現役やで。いや、そろそろ後輩に道を譲れって。あとはティラノサウルス型、ギガノトサウルス型との頂上対決やね。ライバルのメンツ強すぎない？この背びれがあれば負けへんで、スピノサウルスの力見せたる。そうかな？よし、じゃ、今回はティラノサウルス型ゾイドでも、特に人気があるデスザウラーについて解説していこうか。ライバルの偵察やな。よろしく頼むで。まずは、デスザウラーの発売された時期について見ていこうか。知ってるで、第一期ゾイドなんやろ。その通り。デスザウラーは1987年9月に、EPZ-06 デスザウラーが発売されたんだ。ダークスパイナーやキラードームが発売される15年前やね。そう、デザインはゴジュラスやレッドホーン、後のバーサークヒューラーなどをデザインした、伝説のデザイナー、藤野凡平氏。当時の恐竜の復元図と同様に、直立姿勢の肉食獣型ゾイドになっているんだ。あれ、ティラノサウルス型ゾイドじゃないのん？設定上は恐竜型ゾイドになっているけど、模型師の記事では、惑星 G の食物連鎖の頂点に立つ、ティラノサウルス型ゾイドの足をベースとしている、と記述されていたよ。当時の最強ゾイドとしてデザインされたんだし、当時のティラノサウルスは強く意識していそうやね。そう、そして特徴的な目は、当時の最新の新幹線100系が元ネタになっているんだよ。まさに、当時の最強と最新の集大成やね。1987年に発売された EPZ-06 デスザウラーのカラーリングは、茶色寄りの黒をメインにして、明るめの赤、明るい銀が使われて、キャップの色には緑が採用されているんだ。ほう、今では見ない、繊細なカラーバランスやね。そうだね。キットは超大型ゾイドになっていて、当時の値段は4800円。先に発売されたウルトラザウルスに次ぐ、高額キットだったんだ。ほう、昭和で4800円ということは、今発売されれば、もっと値上がりしてそうやね。超大型キットなだけあって、モーター駆動で目には発光ギミックを搭載。スイッチを入れると、目を光らせながら、口を開閉し、両手を上下に振り、尾を振りながら歩くよ。やっぱり大型ゾイドを動かすと、迫力があるなぁ。そうだね。さらに特徴的なのは、背中に搭載されたオーロラインテークファンの回転ギミックで、メイン武装である家電粒子砲の発射機構を再現する、機能的なギミックなんだ。あれ、背中のファンは家電粒子強制吸入ファンじゃないのん？良いところに気づいたね。背中のファンは第1期と第2期で名称が違うんだ。第1期ではオーロラインテークファンや、家電粒子インテークファンと呼ばれて、第2期では家電粒子強制吸入ファンと呼ばれているよ。サーベルタイガーと同じく、大人の事情で変更されたんかな？さあ、そこまでの情報は出ていないけど、デスザウラーの特徴的なギミックで、背中のファンには第1期ゾイドの CM でも、印象的なエフェクトが追加されたり、第2期ゾイドでも弱点として扱われたりしていたね。強くても弱点があるのが、人気のポイントなのかもしれんな。メモしておくで。もちろん、弱点をカバーするデザインも取り入れられていて、ファンの周辺には各種ビーム砲塔と、16連装ミサイルランチャーを装備して、守りを固めているんだ。こういうトゲトゲした砲塔や、ミサイルランチャーは子供心を刺激するよな。おまけに弱点のファンを守っているという、視覚的にもわかりやすい機能があるのが良いやね。これは人気出るわな。そうだね。見るからにラスボスの風格があって、昭和の子供たちの心をがっちり掴んだんだ。あとは家電粒子砲やね。スピノサウルスゾイドにも積みたい武器やで。確かに、ロマンがある武器だね。家電粒子砲も第1期と第2期で、名前が違くて、第1期では家電粒子砲。第2期では大口径家電粒子ビーム砲になっているよ。
こっちは第2期の名前の方が好みやな。家電粒子砲は高校内に装備された、デスザウラー最大の武器で、背中のファンから取り込んだ、家電粒子を高速まで加速させ、粒子ビーム砲として発射するんだ。内部メカも考えられていて、SF 感がたまらんな。そうだね。家電粒子砲の設定については、堀井氏が考案されたもので、機構を再現したジオラマを展示会に持ち込んだりされていたよ。これは実物を見たいわ。この家電粒子砲を受けた物体は、原子レベルまで分解されてしまうから、物理的に防御できないんだ。ゾイドの最強兵器やね。でもゴドスとか、小型ゾイドにも搭載されていなかった？デスザウラーとゴドスでは、エネルギー量が別物だよ。ジェノザウラーの家電粒子砲ですら、圧倒する威力を持っていて、大型ゾイドでも蒸発させてしまうんだ。第2期ゾイドの箱裏で、ゴジュラスを蒸発させてるのは、衝撃的やったね。そうそう、その第2期ゾイドになって、1999年11月に発売されたのが、EZ021 デスザウラーなんだ。第2期ゾイドはアニメを意識して、全体的に明るいカラーリングになったゾイドが多かったけど、デスザウラーは渋めのカラーリングになっているんやね。黒い装甲は漆黒になって、赤や銀も暗い色調に変更。キャノピーはクリアブルーに変更されて、キャップの色はグレーになっているよ。まるで、鉄や血が酸化したような見た目やね。あんまり健康的ではないというか。それは設定が影響しているのかもね。第2期ゾイドのデスザウラーは、バトストでもアニメでも、失われたオリジナルのデスザウラーを、無理やり復活させているんだ。その無理をしているのを、カラーリングで表現しているのかもね。ほう、その復活に関する設定は、気になるなぁ。この動画の後半で紹介するから、楽しみにしていてね。それは助かるで。ギミック自体は第1期のデスザウラーから変わらず、ウルトラザウルスワライトユニットが統合されたり、目に LED が採用されたけど、デスザウラーは麦球が使われて、目の点滅ギミックは残っているよ。麦球って何？第2期ゾイドはこれだから。髪も第2期ゾイドやん。バリエーションとしては、赤いブラッディデスザウラーが存在して、2002年9月に発売されたんだ。これは一緒に戦ったことがあるから、知ってるで。トイズドリームプロジェクト、という企画で発売された限定ゾイドで、価格は6500円。3000個限定で販売されたゾイドなんだ。カラーリングもかっこよいし、限定ゾイドとなると人気がありそうやね。様々なキットが発売されているデスザウラーだけど、キット共通で破損しやすい箇所があるんだ。ほう。それは、尻尾の付け根の部分。この部分は負荷がかかりやすくて、軸が折れやすいんだ。ゴジュラスも尻尾が壊れやすいんやなかったっけ？直立歩行する恐竜型ゾイド、共通の悩みなのかもしれんな。その辺の課題は、ゼログライジスで解決しているけどね。ともあれ、旧キットを購入するときには、チェックしたいポイントだね。そういえば、同僚のブラッディデスザウラーのやつが、尻尾の武器がなくなったって言ってたわ。そうだね。デスザウラーは尻尾の武器もなくしやすいから、ここも購入するときの注意ポイントだね。あと、ゾイドといえば、カスタマイズパーツじゃろう。デスザウラーには、カスタムパーツがあるのん？もちろんあるよ。それは、ニュー改造セット、帝国側大型メカ用のパーツなんだ。なんやこれ、見たことないで。そうだね。第2期ゾイドでは再販されていない激レアパーツになっていて、状態によるけど中古品の価格は、10万円ほどのアイテムだよ。ゾイドの中でも特に人気があって、レアなアイテムなんだ。えぐい。このカスタマイズパーツを使うことで、デスザウラーは、デスザウラーマーク2になるんだ。ほう、アイアンコングマーク2のスラスター、グレートサーベルのミサイルポットや羽がつくんやね。そうそう、武装配置に多少の差異はあるけれど、攻撃力と機動力を高めた、改造デスザウラーで、学年誌やゲームに登場しているよ。これはダークスパイナーにもカスタムパーツが必要そうやな。僕がいるじゃん。髪が強力で助かるのはわかるんやけど、もっとトゲトゲして、
角とかつけたいやん。角といえば、デスザウラーにも角をつけたタイプがいるよ。先手を打たれたか、学年誌とかの改造デスザウラーじゃないのん。いや、バトルストーリー2で主人公として活躍した、印象的なデスザウラーには角がついているんだ。ほう、バトストに登場したんか。そうそう、そのデスザウラーはトビー仕様とも呼ばれているよ。同巻の収録コミック、トップハンターでは、本採用までのストーリーが書かれ、トビー・ダンカン少尉がテストパイロットを務めるんだ。漫画でも角がついてたんか。こんなの格好良すぎてずるいで。トビー・ダンカン少尉はデスザウラーのパイロットとして活躍した伝説的な人物で、共和国との戦闘では初戦で飛行するプテラス部隊を全機撃墜。続いてゴジュラスの駐屯地へ、短期で突入するんだ。は12機以上のゴジュラスを、1機で相手して格闘戦で勝利。共和国は基地ごと自爆するけど、家電粒子砲で大穴を開けて回避するんだ。こいつを敵に回さなくてよかった。この活躍は、第2期ゾイドでデスザウラーの伝説の戦闘として、尾ひれ背びれがついた状態で記載されるよ。ヒレばかりつけおって、実質スピノサウルスやん。第2期ゾイドで伝説の戦闘と言われた、第5ジュラス戦はこの戦闘のことだったんやね。しかも、真実は家電粒子砲を使わないで勝利とか、やばすぎやで。その後も、兄の仇であるヨハン・エリクソン大佐の乗るウルトラザウルスと一騎打ち押し、撃破。ほぼ一騎で、共和国の首都を陥落させ、共和国の首都から共和国軍を追い出すまでの活躍をするよ。もうデスザウラーだけで良いんじゃない？まあ、通報ゾイドとか支援機がいたけど、たった一機で両軍のパワーバランスを崩壊させるほど、強力なゾイドだったんだ。スピノサウルスのみんな、すまん。これは勝てんわ。しかし、これほど強力なゾイドを、帝国はどうやって開発したんや？それは、暗黒軍の影響が強いと言われているよ。暗黒軍？ガイロス帝国のことか。そうそう、デスザウラーを開発する前の帝国は、共和国の猛攻によって帝都を占領され、ゼネバス皇帝はトビー・ダンカン少尉の兄、ダニー・ダンカン将軍の犠牲などもあり、命からがら暗黒大陸に亡命するんだ。我らが皇帝陛下が。その後は、暗黒軍の援助を受けて、中央大陸へ帰還して、デスザウラーを開発することになるのだけど、おそらく暗黒軍に技術供与も受けていると思うんだ。それ、我が軍の機密情報じゃない？その仮説の裏付けとして、デスザウラーの頭部は、暗黒軍のデッドボーダー、ギルベイダーのようにキャノピーの中に顔が入っている、エイリアンヘッドになっているのかもね。エイリアンって何？でも後にデスザウラーよりも、強力なゾイドが登場するんやろ？そうだね。共和国が開発した、対デスザウラー用決戦ゾイド、マッドサンダーによって、デスザウラーの無敵時代が終わって、最終的にゼネバス帝国は暗黒軍に吸収されてしまうんだ。マッドサンダー、暗黒軍。それにしても、このトビー仕様はやばかったね。これは今でも、熱狂的なファンがいるのも納得やで。そうだね。このトビー仕様のデスザウラーは、デスザウラー高機動実験機と呼ばれていて、先に紹介したデスザウラーマーク2とは武装が少し違うんだ。確かに、腕のミサイルとかがなくなっているやね。そうそう、特徴的な頭部の角は家電粒子集中芯で、家電粒子砲の命中精度を上げているんだ。その他の武装も結構違くて、背中には連装電磁砲を装備。細かなビーム砲の位置変更や、手にアイアンコングの装甲がついているよ。模型のイベント、ワンフェスでも再現キットが販売されたりと、人気の強さがよくわかるな。だからトミーや HMM から再現キットを出してほしいわ。ゼネバス帝国の伝説的なゾイドだからね。それで、第2期ゾイドでは、どのような活躍をしてたのん？ブラッディ・デスザウラーは、たまに一緒に戦っているからなんとなくわかるけど。よし、じゃ、次は第2期ゾイドのデスザウラーについて説明していこうか。第2期ゾイドで、デスザウラーは1999年に発売されて、アニメよりも先に公式ファンブックで活躍するんだ。アニメでは、
ラスボスゾイドやったからね。そうそう、あまりにも強すぎるから、ファンブックでは不完全な状態で登場するよ。それがオリンポス山で進んでいたデスザウラー復活計画なんだ。おお、上半身のみとは、見るからに未完成って感じやね。そうだね。これは惑星 G 大異変によって、絶滅状態になったデスザウラーを、オーガノイドシステムで、復活させている途中の段階なんだ。復活計画を進めていたのは、プロイツェン閣下やね。そうそう、アニメとファンブックで、プロイツェン閣下は完全な別人だけどね。そして、残念ながらこのデスザウラーは、共和国軍のシールドライガーの決死の活躍によって破壊されてしまうんだ。あらら、残念やね。でも、その後にこのデータを活かしたジェノザウラーが登場したり、復活計画が習熟して、オーガノイドシステムを搭載したデスザウラーが50機生産されて、うち30機がマッドサンダー20機と戦ったんだ。デスザウラーでマッドサンダーに勝てるのん？大丈夫さ。デスザウラーはオーガノイドシステムで強化されているけど、マッドサンダーは弱体化した培養個体だったんだ。おお、これは勝てる。積年のゼネバスの恨みを晴らせるで。デスザウラーは、フルパワーの過電粒子砲を20秒間連続で照射して、反過電粒子シールドを打ち破る活躍を見せるよ。いけるで。そして、3日間の戦いの末、デスザウラーとマッドサンダーともども、全機大破で相打ちになったんだ。激しい戦いすぎるでしょ。それにしてもデスザウラーと相打ちする、養殖された妖体マッドサンダーの強さよ。このデスザウラーとマッドサンダーの戦いの後も激戦が続き、シュバルツとハーマンによって一旦戦闘が中断するものの、その直後に我らがプロイツェン閣下が反乱を起こすんだ。さすがは我らの閣下やで。この時に閣下が登場したゾイドが、ブラッディデスザウラーだよ。おお。ブラッディデスザウラーにはパイプが接続されて、その先には機銃化が間に合わなかった、デスザウラーのゾイドコアが接続。ガイロス帝国首都に配置されたコアを、爆発させる起爆装置になっていたんだ。プロイツェン閣下。その後は、ルドルフから決闘を挑まれ、ルドルフのセイバータイガーゴールドと戦闘。いくらパイプに繋がれている状態とはいえ、セイバータイガー相手なら楽勝やね。いや、そこに乗り込んできたアイアンコング SS に構内を撃ち抜かれてしまうんだ。ガイロス帝国め、なん。さらに運が悪いことに、セイバータイガーゴールドがいくつかのパイプを切断したことで、爆発は不完全なものになって、ヘリック共和国軍とガイロス帝国軍は全滅を免れるんだ。なんてこったい。その後は、我らがネオゼネバス帝国でも、デスザウラーが運用されるんだけど、新しくゴジュラスギガという天敵が現れるんだ。ゴジュラスギガは、俺の電波も効かない、厄介なゾイドやで。ゴジュラスギガの対策として、長距離砲撃型デスザウラーというコンセプトで、重狙撃型ゾイド、セイスモサウルスが登場。モチーフは違うけど、過電粒子砲のファンや、超収束過電粒子砲とか、セイスモサウルスはデスザウラーの後継機となったんやよね。あとは、格闘戦特化のデスザウラーの後継機が欲しいね。ここまででもかなり濃厚な感じやったけど、デスザウラーはアニメでもラスボスしとったやろ？そうだね。動画もかなり長くなってきたけど、このままアニメについても解説していこうか。オーガノイドと合体して気合い入れるやで。アニメでデスザウラーはオープニングに登場して、初めて名前が呼ばれたのは、第20話蘇る魔獣だよ。フィーネが遺跡の破片に触れて、過去の記憶がちょっと蘇った時にビジュアルも出てきたやね。そうそう、その後はレイブンのジェノザウラーが入手したゾイドコアを吸収するシーンなど、培養炉でたびたび登場して、本格的に姿を見せるのは、第32話の破滅の魔獣だよ。これ、壊れた建物の隙間から目を光らせる、デスザウラーの姿には惚れたわ。このデスザウラーは、古代ゾイド人が開発した、オリジナルデスザウラーのゾイドコアのゾイド因子を培養したもので、オリジナルに劣り、さらに未完成の状態で第34話帝都炎上で活躍するんだ。シールドを張ったシールドライガー部隊を一瞬で蒸発させたり、帝都で暴れる姿はインパクトがあったね。そうそう、
それにアニメのデスザウラーは、キットから大幅にアレンジされていて、サイズもだけど、首が延長されて、モールドが追加、爪は鋭利なものになって、足には2対のシリンダーが追加されているよ。尻尾の多弾頭追尾拡散ミサイルを発射した時のインパクトもすごかったわ。最終的には、ブレードライガーの攻撃によって、コアを貫通されて大爆発を起こすんだ。途中で仲間が手伝ったとはいえ、結局ブレードライガー一機がいれば倒せた感じがしたね。まあね、そのリベンジとも言える、デスザウラーとの第2戦は、ガーディアンフォース編で行われるんだ。おお、あの伝説の最終回やね。アニメのオリジナルデスザウラーは、第66話と第67話に登場。古代ゾイド人を滅ぼした、破滅の魔獣の異名を持つ、規格外のゾイドになっていて、サイズは通常のデスザウラーをはるかに凌駕。10倍以上のサイズになっているから、全高400メートル来はあるんじゃないかな。でかすぎる。攻撃力と防御力も強烈で、攻撃についてはグラビキカノンの重力を応用して、惑星全土に過電粒子砲を降り注ぐことが可能。高速ゾイド対策として、尻尾の多弾頭追尾拡散ミサイルは、尻尾の前節に搭載しているよ。防御力もエグかったね。重装甲はもちろんいいシールドを装備して、オーガノイドが合体したジェノブレーカーでも突破が難しかったからな。そうそう、それにデスザウラーの弱点だった背中のファンは、ジェノブレーカー風の過電粒子コンバーターに進化して、どうやって倒すのか、見当もつかないゾイドだったね。デスザウラーは、スラッシュゼロに一瞬だけ、デフォルメされたものが登場して、それは可愛かったな。デスザウラーをキャラクター化できるほど、平和な世界になったってことだね。他にもデスザウラーは漫画にも登場して、奇獣新世紀ゾイドでは、ラスボス候補としてシルエットのみが登場。ワイは、コマンダーテルのほのかちゃんが好きやったな。可愛い女の子がデスザウラー使いとは燃えるで。ここまでかなりの内容だったけど、デスザウラーには改造バリエーションが豊富なんだ。改造バリエーションの数が、ゾイドで一番多いくらいだからね。マジか、どれだけ尺があっても語り尽くせないゾイドやね。まあね。有名な改造ゾイドでは、全身ゴールドのデスクロス、3つの過電粒子供給ファンを搭載したブラッディデイモンかな。キューバトストでは、デスドッグとか個性的な改造ゾイドもあったみたいやね。そうそう、あまりにもインパクトがあって、今でもファンが再現するほどだよ。あとは、Y の知っているところで、メガデスザウラーや CA デスザウラーも売ったね。他にも D スタイルや指輪など、様々な商品展開がされて、人気の高さがよくわかるね。コアなファンからは、あまりにもカリスマ性がありすぎて、デス様って呼ばれるくらいだよ。俺も背ビレ様って呼ばれたいわ。どうだった？スピノサウルス代表。これは、勝つの難しそうやわ。やっぱりボスクラスのインパクトがないとな。あらま。ここは後輩のジェノスピノに頑張ってもらうかな。HMM 化すればワンチャンありそうやで。お、良いじゃない。ちなみに寿屋は、デスザウラーを HMM 化するとすれば、HMM ゾイドの終了の時と言っていたね。よし、HMM ジェノスピノに期待しているで、寿屋さん、スピノサウルスを頼むで。じゃ、今回はこのくらいで、ご視聴ありがとうございました。